1週間の地震についてお伝えする週間地震情報です。まずこちらの図をご覧ください。こちらは2月2日午前10時までの1週間に発生した震度1以上の地震の震源をプロットしたものになります。この1週間ですけれども、震度3以上の地震が2回発生をしました。その前の週は福島県会津を震源とする地震が多発していたものがあったんですけれども、その前の週に比べますと活動の方は少し落ち着いたといった状況になります。その震度3の地震の一つがこちらです。29日の午前9時前に起きました石川県能登地方の地震です。マグニチュードが 4.0、震源の深さが11キロとなっておりまして、この地震で石川県の穴水町で震度3の揺れを観測しています。この能登半島地震、去年のですね、能登半島地震の主な活動域であります石川県能登地方を震源とする震度3以上の地震は去年8月29日以来5ヶ月ぶりの発生となります。その後11月などにはですね、この石川県西方沖で震度5弱の地震があるなど、石川県西方沖では地震活動活発だったんですが、能登地方というのは久しぶりの震度3の揺れということになりました。この能登半島地震の余震域ですけれども、最近はですね、比較的余震活動は落ち着いてきております。かなり静かな状況になっております。ただ、能登半島地震の発生以前に比べますと、まだまだ地震活動は活発でして、震度3程度の揺れというのはいつ起きてもおかしくはないということになりそうでして、余震自体はまだ当分の間続くものというふうに見られます。そして海外の地震です。USGS アメリカ地質調査所が決定したマグニチュード 4.5 以上の地震の震源をプロットしたものになります。この1週間ですけれども、マグニチュード6以上の地震はありませんでした。最も大きな地震はインドネシアとケルマディック諸島で発生したマグニチュード 5.8 の地震となります。今回はですね、この地震を取り上げます。日本時間の1日の朝に起きましたエクアドルの内陸部を震源とする地震です。マグニチュードが 5.5、震源の深さがおよそ10キロとなっているんですけれども、震源の深さが結構浅かったです。首都のキトにも弱い揺れが到達したというふうに見られます。今回の震源は山あい、山間部であったことや、極端に大きな揺れではなかったことから、被害の発生はないというふうに見られます。このエクアドル、沖合にありますナスカプレートがこちら、南米プレートの下に沈み込むことによってプレート境界型の大きな地震が多数起きております。2016年にはマグニチュード 7.8 の地震がありまして、大変大きな被害が出たほか、もう少し内陸部でも大きな地震が起きることがありまして、1987年にはマグニチュード 7.2、震源の深さ10キロの地震でおよそ5000人の方が亡くなるというような大変大きな被害が出た事例もあります。最新の国内の地震情報ですとか海外の地震に関するニュースについてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。